理想のチャンバー装着の仕上げとしてエトスチャンバーに合わせたアンダーカウルの製作を進めていくよ。ただ作業の量が多いんで2回に分けて、今回はカーボンクロスの張り込みまでの紹介だね。以前の動画でアンダーカウルのフィッティングを紹介してるけど、大きな加工をしなくても装着できそうなのは確認できてたね。NSR カーボン中毒号には KDC サービス製の RS250 用カウルを加工してチャハチャンバーに合わせて装着してた。エトスチャンバー用に用意したアンダーカウルは同じ KDC サービス製の RS タイプの NSR 用カウルで、そのアンダーカウルだけを使う。加工としては上下カウルの取り付け穴の位置を調整する必要がある。それとサイドスタンドの出し入れでカウルと干渉するから逃げを作る必要があるね。まずは元のアッパーカウルに合わせて新しいカウルに穴を開け直すためにズレ量を確認する。右側は3つあるうちの前側の1つを 39.5mm ずれた位置に開け直すことで問題なく取り付けられる。左側は後ろ側の1つを 5mm 程度後ろ方向に広げる感じで取り付けられたね。それぞれ穴の後処理はこの後の塗装関連の補修作業で対応する。サイドスタンドの逃げはおよそ干渉しそうな部分をマーキングしてカットするだけだね。これで無理なくサイドスタンドの出し入れができるね。アンダーカウルの塗装は以前のものと同じで黒メタリックをベースにカーボンチラ見せ塗装をやっていくよ。前回は 12K で 8mm ピッチの平織りクロスだったけど、今回使うカーボンクロスは 12K で 18mm という大きな折り目ピッチのものだね。ここからカーボン張り込みノウハウとしてカーボンクロスについて説明するよ。まず手元にあるカーボンクロスを並べるとこんな感じだね。左上の歯切れは 3K 綾織り、真ん中が 3K 平織り、右のロールが 12K 8mm ピッチの綾織りクロス、真ん中のロールが 12K 18mm ピッチの平織りクロスで、左下のロールが 3K 綾織りカーボンケブラークロス、右の歯切れは 12K 8mm ピッチの平織りクロス。歯切れで紹介した 3K 平織りクロスと綾織りクロスは大きなロールで在庫してて、すぐにカーボン工作ができるようにしてるね。それ以外にはチョップドカーボンと呼ばれてるカーボンの束を一定の長さで切ったものなんかも置いてる。張り込み用途じゃないけど UD クロスや不織布タイプのマットがあって、これは主に積層の内側に使ってるものだね。国内で入手しやすいのは 3K のクロスで平織りか綾織りだね。3K や 12K は織物を織るために束ねられたカーボン繊維の本数を示してるよ。12K はこの束が12000本のカーボン繊維で構成されてて、3K は3000本で構成されてる。その束の売り方で、平織りは束を市松模様に上下に通して折ったもので、これは理解しやすいね。同じ平織りで折り目の大きさの違いはこんな感じで、3K クロスがだいたい 2mm ピッチで 12K は 8mm と 18mm の2つのピッチがある。折り目ピッチが大きいと遠くからでもカーボンだってことがわかるし、小さいと近寄って初めてカーボンだって気づく感じだね。早織りは2束を超えて上下に通しつつ位相を1束ずつずらす折り方だね。これはカーボンケブラーの 3K 綾織りクロスだけど、縦の束がケブラーで横の束がカーボンになってる。ケブラーは横のカーボン束を2つまたいで上側を通ってカーボンの束2つ分下をくぐって上に出てきてる。それが縦横で1つずつ位相をずらして編まれて綾織りになる。綾織りクロスは折り目がしなやかで平面にも曲面にも沿いやすく使い勝手が良いけど、目崩れしやすいから注意して触る必要がある。平織りクロスは
しっかりコシのある編み方で平面への張り込みには使いやすいけど、曲面には添えづらくて使いづらい。その特性を考慮して張り込む対象に合ったクロスを使ってる。ここにあるレバーとラジエーターキャップは曲面に沿いやすい綾織り、平面的な部品には平織りクロスを張り込んでるよ。どちらにしても小さめの部品の張り込みなら真空パックでしっかりと密着させた上で樹脂を固めるのがポイントだね。真空パック袋に入らないサイズだと樹脂の接着力と重力だけで貼り付けることになるから、ヒールプライで押さえるような工夫が必要だね。ちなみにカーボン中毒号のフレームやスイングアームはパイプ材に巻き込むような張り込みをやるから、折り目がしなやかな綾織りを使ってるね。それからもう一つ大事な要素で、クロスの厚みをチェックするよ。クロスの厚みは張り込み後の仕上げ工程での作業に大きく影響するんだ。3K 平織りクロスの厚みは 0.3mm くらいで、12K8mm ピッチのクロスも同じく 0.3mm 程度だね。カーボンケブラーの 3K 綾織りクロスが 0.25mm、それに比べて 12K で 18mm ピッチのクロスの厚みは 0.1mm くらいしかないんだ。クロスの厚みは重さを目安にするといいよ。多くのカーボンクロスの販売サイトには商品説明として1平方メーターあたりの重さが書かれてある。さっき紹介した 12K、18mm ピッチのクロスが 80g で、それ以外はだいたい 200g 程度だね。クロスの厚みは後々樹脂の表面をペーパーを使って慣らす作業で、カーボンクロス層に届いた時にすぐにクロスを削り取ってしまう可能性があるね。その反面カーボンクロスを貼った部分と貼ってない部分の継ぎ目では段差が小さいから表面を慣らしやすい。カーボンクロスの入手は国内のネット販売業者やヤフオクなんかのオークションサイトで普通に買うことができるから苦労することはないね。ただ国内販売サイトではクロスのバリエーションはそれほど多くないかな。ププ主は 12K カーボン繊維をアリエクで手配したけど、最近は Amazon でも国内発送で売ってるみたいだね。それじゃアンダーカウルの下側に 12K18mm ピッチのクロスを貼り付けてチラ見せ塗装するための張り込みをやっていくよ。ペーパーで足付けしたカウルにノンパラのポリエステル樹脂を塗っていく。ここは仕上がりに影響するところじゃないから大雑把にハケで塗ってるけど、垂れない程度に塗る感じだね。今回使う 12K カーボンクロスのサイズは 50cm 幅 1m の長さで、これを縦割り半分の 25cm 幅の 1m の長さに切る。ノンパラ樹脂は乾いても表面はペタペタした粘着性があるから、それを糊の代わりにしてクロスを固定するんだ。貼り直しができないわけじゃないけど、貼り直すとクロスの折り目が崩れるから基本的に一発勝負の作業になるね。貼り付けられたらカウルに沿っていらない部分をハサミで切り取っていくよ。カットした残り部分は樹脂を塗り込んだ後に針になって後処理が大変になるから、できるだけ丁寧に切り取っておきたいね。クロスの端に目崩れ防止用のマスキングテープが残ってるけど、これは仕上げ作業の中でペーパーで削り取ることになるから気にすることはないよ。貼り付けて不要部分をカットした状態はこんな感じになるよ。折り目の崩れもなく綺麗に貼ることができてるね。次にインパラの樹脂を塗り込むよ。インパラの樹脂は乾くと FRP の表面そのもののカチッとした乾燥面になる樹脂だよ。これは
多少垂れてもたっぷりとクロスに樹脂を染み込ませる感じで塗っていく。それからピールプライをかぶせてカーボンクロスと樹脂を押さえてやる。ピールプライをかぶせることで後の樹脂塗り重ね回数を減らすことができるんだ。ピールプライと樹脂の間の空気をエア抜きローラーを使ってできるだけしっかりと抜いてやる。抜ききれないエアはカウルを装着すると見えない底の部分に集めてるね。樹脂が乾燥したらピールプライを剥がすよ。ピールプライはコシのある化学繊維で樹脂にくっつかないものだけど剥がすにはそこそこの力が必要だね。ピールプライが密着していた部分は繊維の後の細かなデコボコが残ってく澄んだ表面になる。作業が中途半端になったけど今回の動画はカーボンクロスの張り込みまでで、ここからの仕上げ作業は次の動画で紹介するよ。これからも DIY カスタムの情報やノウハウを動画にするからチャンネル登録しておいてね。